えるとは思ってもなかった。 PDR さんの ASMR ごオンようこそ。前回の動画でどういうことをしてほしいかと聞いたんですけど、皆さんの反応を少し見ていきましょう。 Jack off to the mic. No. Oh fuck, I got take a shit. 素晴らしいですが、欲を言えばもう少し長いやつが欲しいです。はい、最後のやつ以外はあんま参考にならなかったですね。とりあえず長いのが見たいらしいですね。 PDR さんが前見てた ASMR の人がアメコミを袋詰めしてる動画があったんですけど、今日はそれをやります。最近買ったアメコミたちです。置く場所がない。そして袋です。はい、ではアメコミについてちょっと語りながら袋詰めしていきたいと思います。そんなつまんねえもの見たくねえよっていう人はこの時間まで飛んでもらえればシナモンパンクの ASMR コーナーが見れます。まずはジェシカ・ジョーンズ。これはネットフリックスのテレビ番組でもおなじみのやつですね。もともとはエイリアスっていうシリーズでやってたんですけど、そっちでまたテレビ番組が人気が出たから新しいのが出ましたね。まだ読んでないです。インペンシブル。これはウォーキングデッドを作った人が書いてるスーパーヒーロー漫画なんですけど、正直ウォーキングデッドより面白いです。最近映画やってんのかな。海外で今映画やってるかわかんないですけど、ドクターストレンジ。PDR さんの大好きなマーベルつむつむ。バットマン。最近アメコミのシリーズがリブートされたんですけど、今11なんですけど1個も読んでないです。面白いらしいですけど、ずっとマーベルつむつむをやってるせいでアメコミが全く読めてないです。前回の ASMR でも言いましたけど。Suicide Squad。 Stray Bullets。 これはおすすめのアメコミです。あまり人気あるかどうかわかんないですけど、ちょっとしたアンソロジー的な感じですね。主人公は一応結構変わったりするんですけど、このシリーズでは一応固定なんですけど、普通の人たちが麻薬とか裏の世界に巻き込まれていく話ですね。で、結構、年代が飛んでったり、60年代70年代80年代ってこう飛んだりしてて結構面白いです。最近全く読んでないですけど。スター・ウォーズ。このマーベルのシリーズはスター・ウォーズのことはあんまり知らなくても結構楽しめます。ヘルブレイザー。これはキアヌ・リーブスが出てたすごいひどい映画があったんですけど、テレビシリーズもありましたね。なんか結構映画とかにしやすそうな感じだけど、未だにあまりいいものが作られてない、すごくいい、なんて言いますかね、すごい悪者なのかいいやつなのかちょっと曖昧な
イギリスのマジシャンってなんか魔法とか使ったりする結構暗い感じのやつです。皆さんおなじみのデッドプールですね。このジェリー・ダグンっていう人がデッドプールのストーリーを作る前は結構なんかセルフパロディみたいな感じになってたんですけど、この人が書くようになってから結構デッドプールのキャラも濃くなってきてて結構面白いです。面白いですとしか言ってないですね。まあ面白くないものは買わないんで。シビルウォー2ですね。キャプテンアメリカシビルウォーの映画はシビルウォー1が元ネタですね。それは2006年に発売されて、キャプテンアメリカシビルウォーが出るからそれに便乗してシビルウォー2をやってるんですけど、これは6号イシュー6なんですけど、イシュー0があったんですけど、それだけ読んだんですけどあんまり面白くなかったんで、ちょっと読むのがちょっと不安です。10、これは非常におすすめします。59なんですけど60で終わりなんで、終わったら一気に読むのをおすすめします。どういう話かっていうと、この世界では鶏チキンが違法、なんかチキンを食べていろんな人が死んじゃって、法律でチキンは売っちゃダメだし食べちゃダメっていうなんかよくわかんない世界なんですけど、その主人公は物を食べたらその物の記憶がわかる特別な能力を持ってる人で、一応その特別警察で死体を食べて何が起きたかをこう解決していく感じのあれなんですけど、いろんなわけわかんない能力持ってる人、なんかワンピースっぽいな、よく考えてみたら。でもワンピースよりは面白いです。ザ・ウォーキングデッド、これはテレビ番組みんな見てますよね。 PDR さんはシーズン3で諦めました。このアメコミも今160なんですけど、正直ちょっと前まで結構つまんなかったんですけど、ここ最近また面白くなり始めたんで、まだ買い続けてます。アンフォロー、これはなんて言えばいいんですかね、ツイッターじゃないですけど、この世界のツイッターを作った人が病気で死にそうになってて、億万長者なんですけど、何人だっけ、140人の人に、ツイッターのアカウントを持ってる人にそのお金を全部分ける話なんですけど、なんかバトルロワイヤルみたいになるのかと思ったら、お金は全部あげるよって言って、別に殺し合いとかも何もないと思ったら、でも一人が死んだらその分のお金みんながもらえるって言われて、結局はちょっとバトルロワイヤルっぽい感じなんですけど、結構面白いです。サダンバスターズ、これはもうすごい PDR さんが好きなアメコミなんですけど、アメリカの田舎の話で、そのアメリカの田舎の町でアメフトが全てで、そのアメフトのコーチが町を仕切ってるみたいな感じの話で、結構暗くてグロいですけど、そういうのが好きな人におすすめします。プロフェット・アース・ウォー、これはロッブ・ライフェルドっていう90年代にすごい人気があったアメコミの絵を描いてる人なんですけど、絵がすごいひどいので有名なんですけど、その人が作ったプロフェットっていうキャラクターのリメイクみたいな感じで、すごい一応名前借りてるけどかなり違いますね。すごいサイファイなイカれてる感じのアメコミです。モーターガール、これは何の話か全くわからないんですけど、まだ最初のやつなんで、テリー・ムアっていうアメコミストーリーと
絵を描いてる人なんですけど、すごい好きなんで、その人のシリーズは全部買ってます。まだ見てないですけど 100% 面白いと思います。疲れてきた。ムーンナイト、これはマーベルのキャラクターなんですけど、頭のいかれたバットマンみたいな感じって言えばいいのかな。でもバットマンよりちょっといかれてる白いバットマンみたい。ミッドナイターとアポロ。このミッドナイターは簡単に説明すると、バットマンがゲイだったらみたいな感じです。すごくいいキャラクターです。またバットマンですね。ドゥームパトロール。これはシリーズがいっぱいあるんですけど、なんかもうちょっとイカれた X メンみたいな感じで、これはストーリージェラード・ウェイが作ってます。マイケミのジェラード・ウェイで、まだイシュー1しか読んでないですけどブリードの中からヒーローが出てきて、すげえわけわかんない感じでしたけど、続きが読みたくなるようなストーリーでした。まだオールスターバットマンですね。またバットマンのアメコミです。そして最後はアーチャー&アームストロング。なんか説明するのめんどくさいんで説明しません。これが10月だっけ、10月分のアメコミたちです。すごい長くなりましたね。申し訳ないです。そしてお約束の時間が参りました。シナモンパンクの ASMR。何も言わないの。ほら、クン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 なんか言おうよ。はい、シナモンパンクタイムでした。ぜひやってほしいこと、リクエストとかありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。冗談でやり始めたんですけど、なんかちょっとガチになってしまいましたね。 ASMR 動画が嫌いな人心配しないでください。これはこのチャンネルの一部のシリーズなんで、他にもゴミアプリ、質問コーナーエキストラ、あと何があったっ